どうも皆さん、カイトです。今回はいつものおすすめゲーム紹介と雰囲気が違う構成になってまして、単独紹介していない作品、お蔵入りで紹介できない作品、デモプレイしている作品として10本ほど紹介できたらなと思います。いつもよりラフな感じで動画作ってるんで感想多めですね。では、早速やっていきましょう。まず1本目になるんですけど、こちら、パノラマサイトファイル23本書七不思議。先々週ぐらいにリリースされたホラーミステリーですね。これね、忍耐の時から注目してたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、机にってホラーのイメージ全然ないと思うんですけど、DS で発売されてた7種のゲームしか思いつかないです。絵柄のタッチからかなり好みで、死神とか流行り紙のテキストベースポスターに惹かれたんですよね。内容は昭和後期が舞台で呪いの力を得た9人が七不思議に隠された蘇りの秘術の講師をめぐっての呪い合戦みたいな感じです。ジョジョでいうスタンドバトルですね。王道のテキストアドベンチャーで分岐ルートでのミスリードもたくさんあるので誰でもクリアできるかなと。時間軸でストーリー進む展開も飽きさせないのと、何よりも呪い講師の ZL の誘惑がすごかったですね。値段の安さからでも全然満足できるボリュームでしたね。中身いろいろ語りたいんですけど、ネタバレすると全く思んないので伏せときますね。脳内声優で安沢が津田健さんで、探偵が三木真さん、マダムが海田優子さんで、刑事が中田ジョージさん、学校のおじさんが平田博明さんとかで勝手に楽しんでました。値段も手頃なんで、スイッチ、スチーム、スマホ持ってる方は手に取ってもいいかもしれません。2本目はこちら、メグと化け物。これね、シンプルに感動しましたね。メグという女の子が魔界に放り込まれて、偶然居合わせた化け物のロイと紡がれていく RPG アドベンチャーなんですけど、メグが泣いたら世界崩壊するから、とりあえず泣かせないようにしようぜって感じで、ストーリーは進んでいくんですけど、時間が経つにつれて色々と関係性が深まっていくのが、怪盗おじさんには涙腺をうるっとさせてきましたね。正直、心に咲く花のラストがマジで泣いたんですけど、メグ化けもなかなかと心がやべえってなります。RPG アドベンチャーというジャンルではあるんですけど、誰でもクリアできるアドベンチャーってメグとロイを見て感動しようぜがジャンルです。あとサブキャラクターも全員がいい味出してるんと、とにかく BGM がすごくいい。マジでいいっすね。ちなみにカイトはサントラ購入したんで CD 欲しさにパケで、ボリュームは全然ないんですけど、その少なさに全て詰め込まれているなと。ジャケ買いしても外れではないので、気になった方はぜひ。3本目がこちらの騒音になります。少女が家の中で消えた両親を探しに屋根裏に行くと、おもちゃの世界に迷い込んでしまうパズルアクションで、トナイとかインサイドイズも感じ取れる作品ですね。これほんまは単体で動画作ろうと思って台本まできっちり作成したんですけど、いざ録画映像見たら動画がカクカクすぎてマジで使い物にならなかった事件です。操作性はあまり良くなかったんですけど、日本語訳の完璧さとちょっと奇妙なおもちゃの世界観が程よく楽しめて、珍しく序盤のギミックが一番の難所という稀なゲームでもありました。最近にリリースされた作品ではいい感じでしたね。マジでちゃんと撮れてなかったのが悔やまれる。4本目は超アロイレンジャーです。ロックマンライクなステージ突破型のアクションゲームで、青いロボットっぽいケリーと近距離アンドロイド2号のどちらかを選択して遊べるのが本作です。難易度はノーマルを選んでプレイしたんですけど、程よくロックマンできたのが印象的でしたね。キャラが小さいので視認性が非常にいいのと、残機ではなく倒れても直前スタートなのでプレイとしてはクリアしやすかったです。ステージがロックマン同様にアスレチック感多めなのもご愛嬌で、個人的にはケリーでクリアした後に2号も少しプレイしましたが、やり込むほど元気なかったので普通の紹介を断念して今に至ります。探索要素もやり込む要素も非常に多いんで、10としてのボリュームに収まりきらないとは感じ取られましたね。次に途中までプレイしているがお蔵入りになりそうなゲームをサクッといくつか紹介します。ソウルバウンド。現実離れした場所で脱出するために奮闘するメトロイドバニアチックなパズルアクションなのですが、いかんせん操作性の悪さと即死トラップの多さで、ワンステの同じ場所で30分以上ですってコントローラー投げかけましたね。雰囲気と世界観抜群で、ジャンルもドンピシャだっただけに牛歩並みの住み具合にお蔵入りしそう。インプ・オブ・ザ・サン。このパケ見たことある人いるんじゃないでしょうかね。ペルー文化にインスパイアされたメトロイドバニアで 2D ハイスピードアクションなんですけど、謎にフルボイスで英語じゃなくて中国語です。Steam で日本人が誰もレビューを書いてなかったので、人柱になってやろうとセール時に購入したんですけど、人柱になる前にお蔵入りコースに。ゲームのハイスピードはあるのですが、1ステージが広いのはまだ全然いいんですけど、チョッパーラでの雑魚敵が強すぎる問題で面食らったのと、
少し進むたびに拠点に戻っての微強化のルーティンがややい。拠点に戻るのが楽だったらよかったんですけど、ファストトラベルの位置が渋すぎてきついので、そっとくらいになりかけてます。ハートバウンド。マザーとアンダーテイルのような世界観で、非現実的な場所を少年が突き進んでいくアドベンチャーゲームです。実況とかでお見かけした人もいるんじゃないですかね。早期リリースでプレイしていて普通に面白いんですけど、盛り上がる箇所がないっていうか、ずーっと平坦を走ってる感じで寝落ちを何度か仕掛けたんですよね。お使い要素強めなのもあって、イベントアイテムを探している時がヒントなさすぎてうろうろする。月を見てはプレイしてるんですけど、先ほどの2作品が好きな方は触れてみてもいいかもしれませんね。ローンルイン。ティザー見た時に速攻でビッシュリストに入れて購入したんですけど、思ってたのと全然違ったのでびっくりした作品ですね。主人公の女の子が魔法の力を求めて太古の遺跡を冒険するローグライクアクションなんですけど、ストーリーは度外視したツインスティックハデスでした。ツインスティックがそもそも苦手なのもあったんですけど、単調に敵を倒して強化して次の地点に行くまでは良かったですが、まさかのプレイユーザーとスコアを競うランキングがあったのビビりましたね。30分ほどで結構の飽きを感じてしまったので、クリアするまでやるが悩みながらのお蔵入りに。無心にプレイしたい方はティザー見てご判断を。あとはいくつかデモプレイしておりまして、アフターイメージをプレイしましたね。2月ぐらいにネクストフェスで先行デモでプレイできたと思いますが、去年にキックスターターでクラファンしてまして、カイトはそれに支援してますね。キックスターター専用ベータ版をもらいまして、2時間半ぐらいはプレイできました。通常のデモより1つ先までプレイできる感じで、スキルを取って終わりでした。日本語フルボイスなのも感動したのと、何よりも 2D の限界地点並みに美麗でしたね。 2.5D か。難易度設定はないんですけど、難しい部類には入ってくると思われます。ステージは全然難しくないんですけど、雑魚敵がめっちゃ硬いのと、ボス戦でのダメージ量がやばいです。全体的には王道のメトロイドバニアにソウルライクが混じっており、武器へ特型の取り替え装備での攻撃スタイルです。刀とか剣、槍とかありましたが、後々にチャクラムとか出てきそう。操作性の手触りはすこぶる良かったので、4月のリリースにはめちゃくちゃ期待してます。フルボイド 2D 版のインサイドと捉えてもらって大丈夫です。ディストピアっぽい未来を舞台に人類を制圧し続ける AI を倒すために少年が試行錯誤する 2D パズルアクションです。めちゃくちゃリアルな 2D ピクセルアートで惹かれたんですけど、 AI のリアルな怖さはいい味出してました。英語しかないんですけど、会話がゼロなのでフィーリングできます。マジでリリース日未定なんですけど、最近のデモの中では当たりでした。地上でのスリリングな謎解きと水道でのパズルギミックも十分。なんとなくでプレイしてみた作品の中では一番期待できるかもしれないです。なんだかんだで10本ほど超簡単に紹介しました。パノラマサイトとメグと化け物はガチで良作だったのでおすすめします。いろいろとゲームのリリースが立て込んでいるので飽きない日々が続いてますが、尽きなくプレイしていきたい。ちなみに今はバーナルエッジをプレイしていますが、マジでおもろいです。メトロイドバニアと理不尽の強さとか大好きなのでドーンと来い。よければ皆さんもカイトにやってほしいゲームがあったら言うてください。長くて20時間までのゲームならワンチャンプレイして紹介動画作ります。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。